ある春の日暮れです。唐の都、洛陽の西の門の下に、ぼんやり空を仰いでいる一人の若者がありました。若者は名を年春と言って、元は金持ちの息子でしたが、今は財産を使い尽くして、その日の暮らしにも困るくらい、哀れな身分になっているのです。何しろ、その頃洛陽といえば、天下に並ぶもののない繁盛を極めた都ですから、往来にはまだしっきりなく、人や車が通っていました。門いっぱいに当たっている油のような夕日の光の中に、老人のかぶった紗の帽子や、トルコの女の金の耳輪や、白馬に飾った色糸の手綱が絶えず流れてゆく様子は、まるで絵のような美しさです。しかし年春は相変わらず、門の壁に身を持たせて、ぼんやり空ばかり眺めていました。空には、もう細い月がうらうらとなびいた霞の中に、まるで爪の跡かと思うほど、かすかに白く浮かんでいるのです。日は暮れるし、腹は減るし、その上もうどこへ行っても止めてくれるところはなさそうだし、こんな思いをして生きているくらいなら、いっそ川へでも身を投げて死んでしまった方がましかもしれない。年春は一人さっきからこんな取り留めもないことを思い巡らしていたのです。するとどこからやってきたか、突然彼の前へ足を止めた片目すがめの老人があります。それが夕日の光を浴びて大きな影を門へ落とすと、じっと年春の顔を見ながら、お前は何を考えているのだと王兵に声をかけました。私ですか？私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです。老人の尋ね方が急でしたから、年春はさすがに目を伏せて、思わず正直な答えをしました。そうか。それはかわいそうだな。老人はしばらく何事か考えているようでしたが、やがて往来に差している夕日の光を指さしながら、では俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中に立って、お前の影が地に映ったら、その頭に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。本当ですか？年春は驚いて伏せていた目を上げました。ところが、さらに不思議なことには、あの老人はどこへ行ったか、もうあたりにはそれらしい影も形も見当たりません。その代わり、空の月の色は前よりもなお白くなって、休みない往来の人通りの上には、もう気の早いコウモリが二三匹ひらひら舞っていました。年春は一日のうちに洛陽の都でもただ一人という大金持ちになりました。あの老人の言葉通り、夕日に影を映してみて、その頭に当たるところを夜中にそっと掘ってみたら、大きな車にも余るほど黄金が一山出てきたのです。大金持ちになった年春は
すぐに立派な家を買って、幻想皇帝にも負けないくらい贅沢な暮らしをし始めました。蘭陵の酒を買わせるやら、慶州の龍眼肉を取り寄せるやら、日によたび色の変わるボタンを庭に植えさせるやら、白クジャクを何羽も放し飼いにするやら、玉を集めるやら、錦を縫わせるやら、香木の車を作らせるやら、象牙の椅子をあつらえるやら、その贅沢をいちいち書いていては、いつになってもこの話がおしまいにならないくらいです。すると、こういう噂を聞いて、今までは道で行き合っても挨拶さえしなかった友達などが朝夕遊びにやってきました。それも一日ごとに数が増して、半年ばかり経つうちには洛陽の都に名を知られた妻子や美人が多い中で、年春の家へ来ない者は一人もないくらいになってしまったのです。年春はこのお客たちを相手に毎日酒盛りを開きました。その酒盛りのまた盛んなことはなかなか口には尽くされません。ごくかいつまんだだけをお話ししても、年春が金の杯に西洋から来た葡萄酒を汲んで、天竺生まれの魔法使いが刀を飲んでみせる芸に見とれていると、その周りには20人の女たちが、10人は翡翠の蓮の花を、10人は目ののボタンの花を、いずれも髪に飾りながら、笛や琴を節面白くそうしているという景色なのです。しかしいくら大金持ちでもお金には際限がありますから、さすがに贅沢家の年春も1年2年と経つうちにはだんだん貧乏になりだしました。そうすると人間は薄情なもので、昨日までは毎日来た友達も今日は門の前を通ってさえ挨拶一つしていきません。ましてとうとう3年目の春、また年春が以前の通り一文無しになってみると、広い洛陽の都の中にも彼に宿を貸そうという家は一軒もなくなってしまいました。いや、宿を貸すどころか、今では碗に一杯の水も恵んでくれるものはないのです。そこで彼はある日の夕方、もう一度あの洛陽の西の門の下へ行って、ぼんやり空を眺めながら途方に暮れて立っていました。すると、やはり昔のように片目すがめの老人がどこからか姿を現して、お前は何を考えているのだ、と声をかけるではありませんか。年春は老人の顔を見ると恥ずかしそうに下を向いたまま、しばらくは返事もしませんでした。が、老人はその日も親切そうに同じ言葉を繰り返しますから、こちらも前と同じように、私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです。と、恐る恐る返事をしました。そうか。それはかわいそうだな。では俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中へ立って、お前の影が地に映ったら、その胸に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。老人はこう言ったと思うと、今度もまた人混みの中へかき消すように隠れてしまいました。
トッシュンはその翌日からたちまち天下第一の大金持ちに帰りました。と同時に相変わらずし放題な贅沢をし始めました。庭に咲いているボタンの花、その中に眠っている白クジャク、それから刀を飲んでみせる天竺から来た魔法使い、すべてが昔の通りなのです。ですから、車にいっぱいにあったあのおびただしい黄金も、また3年ばかり経つうちにはすっかりなくなってしまいました。お前は何を考えているのだ。片目すがめの老人は3度年春の前へ来て同じことを問いかけました。もちろん彼はその時も洛陽の西の門の下に細々と霞をかぶっている三日月の光を眺めながらぼんやり佇んでいたのです。私ですか。私は今夜寝るところもないのでどうしようかと思っているのです。そうか、それはかわいそうだな。では俺がいいことを教えてやろう。今この夕日の中へ立ってお前の影が地に移ったら、その腹に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの。老人がここまで言いかけると、トッシュンは急に手を挙げてその言葉を遮りました。いや、お金はもういらないのです。金はもういらない。はは。では贅沢をするにはとうとう飽きてしまったと見えるな。老人はいぶかしそうな目つきをしながらじっとトッシュンの顔を見つめました。何、贅沢に飽きたのじゃありません。人間というものに愛想が尽きたのです。トッシュンは不平そうな顔をしながらツッケンドンにこう言いました。それは面白いな。どうしてまた人間に愛想が尽きたのだ。人間は皆薄情です。私が大金持ちになった時には世辞も追奨もしますけれど、一旦貧乏になってごらんなさい。優しい顔さえもしてみせはしません。そんなことを考えると、たとえもう一度大金持ちになったところが何にもならないような気がするのです。老人はトッシュンの言葉を聞くと急にニヤニヤ笑い出しました。そうか、いや、お前は若い者に似合わず関心に物のわかる男だ。ではこれからは貧乏をしても安らかに暮らしてゆくつもりか。トッシュンはちょいとためらいました。が、すぐに思い切った目を上げると、訴えるように老人の顔を見ながら、それも今の私にはできません。ですから、私はあなたの弟子になって、戦術の修行をしたいと思うのです。いえ、隠してはいけません。あなたは道徳の高い仙人でしょう。仙人でなければ、一夜のうちに私を天下第一の大金持ちにすることはできないはずです。どうか私の先生になって、不思議な戦術を教えてください。老人は眉を潜めたまましばらくは黙って何事か考えているようでしたが、やがてまたにっこり笑いながら、いかにも俺はガビ山に住んでいる
鉄管師という仙人だ。はじめお前の顔を見たとき、どこか物分かりが良さそうだったから、二度まで大金持ちにしてやったのだが、それほど仙人になりたければ、俺の弟子に取り立ててやろう。と、心よく願いを入れてくれました。突春は、喜んだの喜ばないのではありません。老人の言葉がまだ終わらないうちに、彼は大地に額をつけて、何度も鉄管師にお辞儀をしました。いや、そうお礼などは言ってもらうまい。いくら俺の弟子にしたところが、立派な仙人になれるかなれないかは、お前次第で決まることだからな。が、ともかくもまず俺と一緒に、ガビ山の奥へ来てみるがいい。おう、幸い、ここに竹杖が一本落ちている。では早速これへ乗って、ひととびに空を渡るとしよう。鉄管師は、そこにあった青竹を一本拾い上げると、口の内に呪文を唱えながら、突春と一緒にその竹へ、馬にでも乗るようにまたがりました。すると不思議ではありませんか。竹杖はたちまち竜のように勢いよく大空へ舞い上がって、晴れ渡った春の夕空をガビ山の方角へ飛んでいきました。突春は肝をつぶしながら恐る恐る下を見下ろしました。が、下にはただ青い山々が夕明かりの底に見えるばかりで、あの洛陽の都の西の門はとうに霞に紛れたのでしょう。どこを探しても見当たりません。そのうちに鉄管師は白い瓶の毛を風に吹かせて高らかに歌を歌い出しました。明日に北海に遊び、暮れには相互。修理のせいだ、短期そうなり。三度学業に入れども、人知らず。浪銀して、引かす童貞子。二人を乗せた青竹は、間もなくガビ山へ舞い下がりました。そこは深い谷に臨んだ幅の広い一枚岩の上でしたが、よくよく高いところだと見えて、中空に垂れた北斗の星が茶碗ほどの大きさに光っていました。もとより人石の絶えた山ですから、辺りはしんと静まり返って、やっと耳に入るものは、後ろの絶壁に生えている曲がりくねった一株の松が、こうこうと夜風になる音だけです。二人がこの岩の上に来ると、鉄管師は突春を絶壁の下に座らせて、俺はこれから天井へ行って、西洋墓にお目にかかってくるから、お前はその間ここに座って、俺の帰るのを待っているがいい。多分俺がいなくなると、いろいろな魔性が現れて、お前をたぶらかそうとするだろうが、たとえどんなことが起ころうとも、決して声を出すのではないぞ。もし一言でも口を聞いたら、お前は到底仙人にはなれないものだと覚悟をしろ。いいか？天地が裂けても黙っているのだぞ。と言いました。大丈夫です。決して声などは出しません。命がなくなっても黙っています。そうか。それを聞いて俺も安心した。では俺は行ってくるから。老人は突春に別れを告げると、またあの竹杖にまたがって、嫁にも削ったような山々の空へ一文字に消えてしまいました。
トシシュンはたった一人岩の上に座ったまま静かに星を眺めていました。するとかれこれ半時ばかり経って深山の焼きが肌寒く薄い着物に通り出した頃、突然空中に声があって、そこにいるのは何者だと叱りつけてくるではありませんか。しかしトシシュンは仙人の教え通り何とも返事をしずにいました。ところがまたしばらくするとやはり同じ声が響いて、返事をしないと立ちどころに命はないものと覚悟しろといかめしく脅しつけるのです。トシシュンはもちろん黙っていました。とどこから登ってきたかランランと目を光らせた虎が一匹忽然と岩の上に踊り上がってトシシュンの姿を睨みながら一声高くたけりました。のみならずそれと同時に頭の上の松の枝が激しくざわざわ揺れたと思うと、後ろの絶壁の頂からはしとだるほどの白蛇が一匹炎のような舌を吐いてみるみる近くへ降りてくるのです。トシシュンはしかし平然と眉毛も動かさずに座っていました。虎と蛇とは一つ餌食を狙って互いに好きでも伺うのかしばらくは睨み合いの体でしたが、やがてどちらが先ともなく一時にトシシュンに飛びかかりました。が虎の牙に噛まれるか蛇の舌に飲まれるか、トシシュンの命は瞬くうちになくなってしまうと思ったとき、虎と蛇とは霧のごとく夜風とともに消え失せて、後にはただ絶壁の松がさっきの通りこうこうと枝を鳴らしているばかりなのです。トシシュンはほっと一息しながら、今度はどんなことが起こるかと心待ちに待っていました。すると一陣の風が吹き起こって、墨のような黒雲が一面にあたりを閉ざすや否や、薄紫の稲妻が矢庭に闇を二つに裂いて凄まじく雷が鳴り出しました。いや、雷ばかりではありません。それと一緒に滝のような雨もいきなり堂々と降り出したのです。トシシュンはこの天辺の中に恐れげもなく座っていました。風の音、雨のしぶき、それから絶え間ない稲妻の光。しばらくはさすがのガビさんも覆るかと思うくらいでしたが、そのうちに耳をもつんざくほど大きな雷鳴が轟いたと思うと、空に渦巻いた黒雲の中から真っ赤な一本の火柱がトシシュンの頭へ落ちかかりました。トシシュンは思わず耳を押さえて一枚岩の上へひれ伏しました。がすぐに目を開いてみると、空は以前の通り晴れ渡って、向こうにそびえた山々の上にも茶碗ほどの北斗の星がやはりキラキラ輝いています。してみれば今の大嵐もあの虎や白蛇と同じように鉄管師の留守をつけ込んだ魔性のいたずらに違いありません。トシシュンはようやく安心して額の冷や汗を拭いながらまた岩の上に座り直しました。がそのため息がまだ消えないうちに、今度は彼の座っている前へ金の鎧を着下した身の丈三丈もあろうという厳かな神将が現れました。神将は
手に三つ股の矛を持っていましたが、いきなりその矛の切っ先を突春の胸元へ向けながら目を怒らせて叱りつけるのを聞けば、こら、その方は一体何者だ。このガビ山という山は天地開闢の昔から俺が住まいをしているところだぞ。それもはばからずたった一人ここへ足を踏み入れるとは、よもやただの人間ではあるまい。さあ、命が惜しかったら一刻も早く返答しろ。というのです。しかし突春は老人の言葉通り黙念と口をつぐんでいました。返事をしないか。しないな。よし、しなければしないで勝手にしろ。その代わり俺の眷属たちがその方をズタズタに切ってしまうぞ。神将は矛を高く上げて向こうの山の空を招きました。その途端に闇がさっと裂けると、驚いたことには無数の新兵が雲のごとく空に満ち満ちて、それが皆槍や刀をきらめかせながら今にもここへ人なだれに攻め寄せようとしているのです。この景色を見た突春は思わずあっと叫びそうにしましたが、すぐにまた鉄管師の言葉を思い出して一生懸命に黙っていました。神将は彼が恐れないのを見ると、怒ったの怒らないのではありません。この強情者め、どうしても返事をしなければ約束通り命は取ってやるぞ。神将はこうわめくが早いか、三つ股の矛をひらめかせて一突きに突春を突き殺しました。そうしてガミさんもどよむほどカラカラと高く笑いながらどこともなく消えてしまいました。もちろんこの時はもう無数の新兵も吹き渡る夜風の音と一緒に夢のように消え失せた後だったのです。北斗の星はまた寒そうに一枚岩の上を照らし始めました。絶壁の松も前に変わらずこうこうと枝を鳴らせていますが、突春はとうに息が絶えて仰向けにそこへ倒れていました。突春の体は岩の上へ仰向けに倒れていましたが、突春の魂は静かに体から抜け出して地獄の底へ降りて行きました。この世と地獄との間には暗血道という道があって、そこは年中暗い空に氷のような冷たい風がピューピュー吹きすさんでいるのです。突春はその風に吹かれながらしばらくはただ木の葉のように空を漂っていきましたが、やがて神羅殿という額のかかった立派な御殿の前へ出ました。御殿の前にいた大勢の鬼は突春の姿を見るや否やすぐにその周りを取り巻いて木座橋の前へ引き据えました。木座橋の上には一人の王様が真っ黒な着物に金の冠をかぶっていかめしく辺りを睨んでいます。これはかねて噂に聞いた閻魔大王に違いありません。突春はどうなることかと思いながら恐る恐るそこへひざまずいていました。こら、その方は
何のためにガビさんの上へ座っていた？閻魔大王の声は雷のように木座橋の上から響きました。突春は早速その問いに答えようとしましたが、ふとまた思い出したのは、決して口を聞くなという鉄管師の戒めの言葉です。そこでただ頭を垂れたまま推しのように黙っていました。すると閻魔大王は持っていた鉄の尺を上げて顔中のひげを逆立てながら、その方はここをどこだと思う？速やかに返答をすればよし。さもなければ時を移さず地獄の呵責に合わせてくれるぞ。といたけ高に罵りました。が突春は相変わらず唇一つ動かしません。それを見た閻魔大王はすぐに鬼どもの方を向いて荒々しく何か言いつけると、鬼どもは一度にかしこまってたちまち突春を引き立てながら神羅殿の空へ舞い上がりました。地獄には誰でも知っている通り、剣の山や血の池の他にも灼熱地獄という炎の谷や極寒地獄という氷の海が真っ暗な空の下に並んでいます。鬼どもはそういう地獄の中へ代わる代わる突春を放り込みました。ですから突春は無残にも剣に胸を貫かれるやら、炎に顔を焼かれるやら、舌を抜かれるやら、皮を剥がれるやら、鉄の杵につかれるやら、油の鍋に煮られるやら、毒蛇に脳みそを吸われるやら、熊鷹に目を食われるやら、その苦しみを数え立てていては到底際限がないくらいあらゆる責め苦に遭わされたのです。それでも突春は我慢強くじっと歯を食いしばったまま一言も口を聞きませんでした。これにはさすがの鬼どもも呆れ返ってしまったのでしょう。もう一度夜のような空を飛んで神羅殿の前へ帰ってくると、さっきの通り突春を木座橋の下に引き据えながら御殿の上の閻魔大王に、この罪人はどうしても物を言う景色がございませんと口を揃えて言上しました。閻魔大王は眉を潜めてしばらく思案に暮れていましたが、やがて何か思いついたと見えて、この男の父母は畜生道に落ちているはずだから早速ここへ引き立ててこいと一匹の鬼に言いつけました。鬼はたちまち風に乗って地獄の空へ舞い上がりました。と思うとまた星が流れるように2匹の獣を駆り立てながらさっと神羅殿の前へ降りてきました。その獣を見た年春は驚いたの驚かないのではありません。なぜかといえばそれは2匹とも形はみすぼらしい痩せ馬でしたが、顔は夢にも忘れない死んだ父母の通りでしたから。ほら、その方は何のためにガビさんの上に座っていたか。まっすぐに白状しなければ今度はその方の父母に痛い思いをさせてやるぞ。
突春はこう脅されてもやはり返答をしずにいました。この不幸者めが、その方は父母が苦しんでもその方さえ都合が良ければいいと思っているのだな。閻魔大王は神羅殿も崩れるほど凄まじい声でわめきました。撃て、鬼ども。その2匹の畜生を、肉も骨も打ち砕いてしまえ。鬼どもは一斉に、は、と答えながら、鉄の鞭を取って立ち上がると、四方八方から2匹の馬を未練未釈なく打ちのめしました。鞭は隆々と風を切って、ところ嫌わず雨のように馬の皮肉を打ち破るのです。馬は、畜生になった父母は苦しそうに身をもだえて、目には血の涙を浮かべたまま、見てもいられないほどいな泣き立てました。どうだ、まだその方は白状しないか。閻魔大王は鬼どもにしばらく鞭の手をやめさせて、もう一度突春の答えを促しました。もうその時には2匹の馬も肉は裂け、骨は砕けて、息も絶え絶えに木座橋の前へ倒れ伏していたのです。突春は必死になって鉄管師の言葉を思い出しながら固く目をつぶっていました。するとその時彼の耳にはほとんど声とは言えないくらいかすかな声が伝わってきました。心配をおしでない。私たちはどうなってもお前さえ幸せになれるのなら、それより結構なことはないのだからね。大王が何とおっしゃっても言いたくないことは黙っておいで。それは確かに懐かしい母親の声に違いありません。突春は思わず目を開きました。そうして馬の一匹が力なく地上に倒れたまま、悲しそうに彼の顔へじっと目をやっているのを見ました。母親はこんな苦しみの中にも息子の心を思いやって鬼どもの鞭に打たれたことを恨む景色さえも見せないのです。大金持ちになればお世辞を言い、貧乏人になれば口もきかない世間の人たちに比べると、なんというありがたい志でしょう。なんというけなげな決心でしょう。突春は老人の戒めも忘れて、まろぶようにそのそばへ走り寄ると、両手に半紙の馬の首を抱いて、はらはらと涙を落としながら、おっかさん、と一言を叫びました。その声に気がついてみると、突春はやはり夕日を浴びて、洛陽の西の門の下にぼんやり佇んでいるのでした。霞んだ空、白い三日月、絶え間ない人や車の波、すべてがまだガビ山へ行かない前と同じことです。どうだな、俺の弟子になったところがとても仙人にはなれはすまい。片目すがめの老人は微笑を含みながら言いました。
なれません。なれませんが、しかし私はなれなかったこともかえって嬉しい気がするのです。トッシュンはまだ目に涙を浮かべたまま、思わず老人の手を握りました。いくら仙人になれたところが、私はあの地獄の神羅殿の前に鞭を受けている父母を見ては黙っているわけにはいきません。もしお前が黙っていたら、と鉄管師は急に厳かな顔になってじっとトッシュンを見つめました。もしお前が黙っていたら、俺は即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていたのだ。お前はもう仙人になりたいという望みも持っていまい。大金持ちになることはもとより愛想が尽きたはずだ。ではお前はこれからのち何になったらいいと思うな。何になっても人間らしい正直な暮らしをするつもりです。トッシュンの声には今までにない晴れ晴れした調子がこもっていました。その言葉を忘れるなよ。では俺は今日限り二度とお前には会わないから。鉄管師はこういううちにもう歩き出していましたが、急にまた足を止めてトッシュンの方を振り返ると、おお、幸い今思い出したが、俺は泰山の南のふもとに一軒の家を持っている。その家を畑ごとお前にやるから、早速行って住まうがいい。今頃はちょうど家の周りに桃の花が一面に咲いているだろう。と、さも愉快そうに付け加えました。